源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画では、源氏物語の原文の後に一語一語の現代語訳が流れます。重要古語にはアンダーラインが引いてありますので、よく照らし合わせて単語や文法をマスターしましょう。さらに、イラスト訳と合わせて読むことで状況理解ができ、古文で最難関の主語の確認もスムーズに行えるようになります。それでは、イラスト訳本編のスタートです。第2条母木木の後半部分です。光源氏はうつせみに夜ばをかけ、一夜を過ごします。もう一度関係を持ちたいと思ったものの、彼女は人妻であり、会うのは難しい状況です。弟の小君に手紙を託しても、彼女は返信しようとしません。光源氏は次の包囲よけを待ちわびて、再び彼女に会えるよう画策します。では、この後どうなっていくのでしょうか。行ってみましょう。明け暮れ、松足鳴らしたまいければ。今宵もまず召し入れたり。女も去る本消息をありけるに。おぼしたばかりつらんほどは。浅くしも思いなされねど。さりとて打ち解け。人気なきありさまを見え立てまつりても。味気なく。夢のようにて杉西嘆きを。またや加えんと思い乱れて。なおさて待ちつけ聞こえさせんことの。まばゆければ。小君がいでて祈るほどに。糸けじかければ肩払いたし。悩ましければ。忍びて打ち叩かせなど千にほど離れてをとて。綿殿に中将といいしがつぼねしたる隠れに移ろいぬ。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今
回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は入試品質2の識別です。2は識別ポイントがたくさんあるため、国公立や難関次第でもよく入試に問われます。特に格助詞の2と形容動詞の活用語尾の見分け、また副詞の一部の見分けなど、重要古語を押さえておくことも大切になってきます。ちなみに、さすがにの2は副詞ではなく、形容動詞の活用語尾として覚えておきましょう。まず、このようなほどにの形が出てきましたね。名詞に接続しているので、明らかに格助詞ですが、いついつに、どこどこになど、時や場所を表す格助詞は現代でも用いますね。次の、わたどのにやかくれにも場所を表す格助詞として押さえておきましょう。さあ今度は、む、にという形が出てきました。連体形に接続しているため、格助詞なのか接続助詞なのか見分けがつきませんよね。その場合、この2を何々すると何々なので何々なのにのいずれかで訳出ができたら接続助詞というわけです。ちなみに今回の直前の無は文中連体形の下底連曲の助動詞ですよね。無はこのように下に助詞がついた場合は下底の意味で訳します。何々としたらということはこの2は単純接続と捉えて OK です。さらに2詞という形が出てきていました。この詞は何かわかりますか？そう、過去の助動詞、期の連体形です。つまり、この形は完了と過去の助動詞がついた形です。2期、2けりは何々してしまったという連語として覚えておきましょう。ちなみに、同じ2けりでも、いで2けりの場合は2は完了の助動詞ですが、し2けりの2はな行変革活用動詞、死ぬの連体形ですので注意しましょう。また、今回は出てきていませんが、断定の助動詞なりの連用形の2の見分けもよく問われます。また、いずれ動画に上げて解説したいと思いますね。さあ、今回も第2条母記義からの動画でした。第1条起立簿および天代の品定めについては、再生リストを作ってありますので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートとしてお使いください。それではまた。